ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ関連ニュース。前回の動画において、傭兵部隊ワグネルがバフムトから撤退しようとしている。ただしそれは交渉の過程であり、まだ確定事項ではないというお話をしました。今回の動画においてはその続報をお送りしようと思います。傭兵部隊ワグネルの撤退、この動きは加速しました。ただし、ロシア連邦軍に入れ替わる形ではなく、チェチェン共和国のカディロフ首相の私兵軍団によって部隊の入れ替えが行われようとしているのです。今回の動画では、プリゴジン氏がどのような動きを見せ、チェチェン共和国のカディロフ首相がそれにどう答えたか、双方の動きを追っていこうと思います。まずはおさらい。傭兵部隊ワグネルを率いるプリゴジン氏は、ロシア軍上層部、ショイグ国防相やゲラシモフ参謀長に対して非常に激しい口調で彼らを罵倒しました。正規軍の方から弾薬が望んだ量だけ全く来なかったために多くのワグネルの兵士が死んでしまった。その責任は彼らロシア軍上層部にあるとしたのです。そしてプリゴジン氏はロシア国防省のショイグ大臣に対して5月10日までにワグネルがバフムトから離れある部隊に交代することを認めるよう正式に要請書を出しました。交代の理由としては、弾薬が不足しており、ワグネルの戦闘力が大幅に低下しているためだとしています。当初、プリゴジン氏は、ワグネルが撤退した後、ロシアの正規軍が入れ替わればいいという話をしていましたが、今回の話においては、もう正規軍に対しては期待していないバフムト攻略の任は、チェチェン共和国のカディロフ首相に後を継いでほしいと話しています。こちらの写真は左がプリゴジン氏で、右がチェチェン共和国の独裁者カディロフ氏です。ロシア連邦というからには連邦国家であり、多くの国々を内包しています。チェチェン共和国はロシアに対しての分離独立派の人たちが多かった場所ですが、武力鎮圧によって独立派の人たちの力はそがれています。独立派に対して武力で押さえつける、この役目を担っているのが現在のカディロフ首相です。カディロフ首相は独立派を抑えるその見返りとしてチェチェン共和国に対する投資などをプーチン大統領から引き出しています。それらチェチェン共和国に対して投資されるお金はカディロフ首長やその家族や一族のポケットマネーへと吸い込まれていきますし、また彼自身の私兵集団を育成することにも使われています。プリゴジン氏はロシア正規軍に対する引き継ぎではなく、カディロフ首相に対して接触を図り、その同意を得られたというような話が出ています。カディロフ首相それ自身は、プリゴジン氏がロシア軍の上層部に対して批判していることに関して声明を出しています。カディロフ首相曰く、現在のロシア軍上層部がプリゴジン氏との間で緊密な関係を築くことに失敗していること、これは非常に大きな問題だと指摘しています。また、できれば自分自身が仲裁に入ってでも関係を修復できたら良いのにというような話をしています。ただし、プリゴジン氏が訴えていた弾薬不足などに関しては、チェチェンの部隊の時も似たような話があったことを話しています。例えば、彼らの部隊がマリウポリで戦った時においては、歩兵を支援するために最低でも5両の戦車が必要であった。そのことをロシア軍に通達し、配備されるのを待ったが、実際に用意された戦車はたった1両で待っているだけでは状況は全く改善しませんでした。そのためカディロフ首長自身がモスクワに電話し、なんとか物資の補給を引き出したというのです。ワグネルと同様に正規軍からの物資の補給については不満を持っているという話をしたわけですが、だからこそワグネルの戦いが素晴らしかったとカディロフ首相はプリゴジン氏を称えています。そしてワグネルがバフムトから去る、いわゆる最前線から後退するというのであれば、チェチェン共和国からこの穴埋めをするための特殊部隊などを派遣する、そのような話をしたのです。大筋としてワグネルがバフムトから撤退し、その代わりにチェチェン共和国の部隊が入れ替わりでやってくるという話で、ある程度話はまとまっているようです。ただしこの話というのは残念ながらまだまだロシア語でのニュースなどが中心で、日本語になったニュースとしては記事を見つけることができていません。ですから私の読み間違いといったことも十分あります。ただ、話の流れそれ自体は大筋では決まっている感じですから、少なくともワグネルが前線から離れようとしている、この動きは確実に加速していると言えます。一方で、そのような離脱することを前提として、バフムトでのロシア軍の攻撃も
より一層苛烈になっています。ウクライナ軍が立てこもっている区域に対して大規模な焼夷弾攻撃が行われ、一面に炎が広がっている光景などが動画で公開されています。一旦前線を離れると決めたのであれば、逆に言えばその日をめがけて全ての弾薬を使い切っても構わない。だからこそ総攻撃とでも言えるような強力な攻撃に打って出ている可能性があるのです。そうした意味では非常に激しい戦闘が5月10日まで続く可能性が出てきました。プリゴジン氏としてはそこまでに全ての物資を使い切ったとしても、バフムトを制圧できればそれは自分たちの手柄とできるし、それまでにバフムトの完全制圧ができなかった場合においては、当初言っていたような自分たちがバフムトを完全制圧できなかった理由はワグネル自身の問題ではなく、ロシア軍の上層部にこそ問題があるのだと、自分に降りかかってくるであろう火の粉を払う形で責任を他になすりつけることができるというわけです。このあたりは軍事的な話とそれぞれの人物の責任問題などと絡んでの政治的な駆け引きも同時に行われているということでしょう。それでは次の話題に行きます。ウクライナ軍の連続的な攻撃が続いているなといったことを取り上げたわけですが、今日もまたクリミア半島に対する攻撃が行われました。番号的にも1、2、3、4、5とまさに連続攻撃です。今回はクリミア半島の北部ジャンコイという町に対する攻撃が行われました。この町はクリミア半島から南部ヘルソンへと鉄道の伸びているいわば交通の要衝であり、ここに対する攻撃が行われることで物資の集積などここにすれば攻撃するぞというメッセージを発したこととなります。ジャンコイに対する攻撃に伴ってこの周囲の交通網に対して一時交通止めなどが発生し、またクリミア大橋に対しての攻撃も今後起こり得るといった話から一時通行止めの措置なども取られたそうです。また南部ザポリージャ州においてはロシア側が住民たちの強制移住といったものを始めました。前線に近い18の町などで住民がバスに乗せられてどこかへと連れ去られていったというのです。一応名目上においてはこれからウクライナ軍の反転攻勢のまさに戦場となる可能性があることから避難しますよというような名目だそうです。ただし今回バスに乗せられた人たちがこの地に戻ってこれるかどうかはわかりません。ロシア側は占領した地域において子供たちを連れ去ってロシア本国で養子に出したりしてウクライナ人であったという過去を消し去ろうとしています。同じようにこれら避難という名目で移住させられた人たちがロシア本国の方まで連れて行かれる可能性も十分あるのです。というわけで今回の動画においては傭兵部隊ワグネルの頭目プリゴジン氏が自分たちの攻撃を引き継ぐのはチェチェン共和国の部隊であるといった話を進めています。これに伴って前線から離れるのであればそれ以前にもう弾薬類などを使い切ってでもバフムトを落とそうといわば力攻めに出ている気配があります。それだけにバフムトの市街戦はより激しくなっているようです。またウクライナ軍が反攻作戦を行うということそれ自体をロシア側が政治的に悪用してもともとザポリージャ州にいた人たちをロシア本国へと連れ去っていこうとしている可能性があります。多くの子供たちがロシア本国へ連れ去られて戻ってきていないことを考えると今回避難の名目でバスに乗せられた人たちもその多くがロシア本国領へと連れ去られもう戻ってこれないかもしれません。しかし日常的に繰り返される戦争犯罪の連続によってこのような強制移住といった問題も多くのニュースに埋もれてしまうかもしれません。ロシア側としては戦争犯罪を重ねることによって一つ一つの悪事を見ている側に慣れさせてしまうという非常に悪辣な手を使っていると私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。